初めて自分で気づいたのが、お風呂に入ってる時で、その時に、あれなんか、すねのところが膨れてるって思って、触ったら熱持ってたのを覚えてるんです。次の日凹んでたりとかするので、どこかぶつけたのかなって初めは思ってたんですけど。はい、それではガンノートをスタートしていきたいと思います。今日のゲストは渡辺さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。早速なんですけれども、自己紹介とガンノートの紹介をしていければと思います。まず私 MC を務めます岸田と申しまして、25歳と27歳の頃に肺細胞腫瘍という癌に罹患をいたしました。その経験からガンノートの代表理事をしているんですけれども、ガンノートはですね、癌経験者さんのインタビューを発信しております。暗い話だけではなくて、ちょっとユーモアを交えながらお話ができたらなということと、治療の情報はもちろんなんですけど、それ以外の家族や友人、学校や仕事、お金や恋愛、結婚や育児などですね、癌の治療以外の生活の部分にもフォーカスしてお届けをしているという、そんな、癌経験者のインタビューウェブ番組となっております。はい。そして今日のゲストですね。ゲストは、はい。渡辺さんになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。渡辺さんよろしくお願いします。渡辺さん、簡単に、自己紹介をいただいても構いませんでしょうか？はい。大阪府出身、大阪府在住34歳の渡辺まなみと申します。南部肉腫を8歳の時に罹患しましたが、手術を終え、今は寛解してます。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。治療はね、癌はね、8歳の時ということで、小学生の時に、罹患をされてというふうな、ことかと思いますけれども、あと、趣味に一眼レフや料理、ピアノと書いてありますが、ピアノは結構昔からされてるんですか？そうですね。3歳の時からピアノ楽しそうだなということで、ピアノ教室習わせていただいて親に。で、もうずっとピアノ、今も趣味でやってます。おー、すごい。音楽が好きなんですね。音楽大好きですね。やっぱ癒されますし、ストレス発散にすごくなるので。結構クラシック音楽聴かれるんですか？それともJ-POP とかロックとか。J-POP も聞くんですけど、私結構昭和歌謡が好きなんです。おー、そうなんですね。例えば加山雄三とか。おすごい。今ね、加山雄三ファンの方がおーってなってると思います。いらっしゃるんですかね。結構幅広い年代の方に見ていただいているので、はい。本当ですか？よかったです。はい。ありがとうございます。そんなですね、渡辺さんなんですけれども、ここからですね、癌の話に、早速入っていきたいと思います。これからですね、お話しさせていただく内容、個人の経験談で特定の治療を推奨しているわけではございません。また、医療に関しては、主治医の方にご相談いただければと思います。これからグラフが出てきますけれどもですね、こちらの色など、こちらを参照してもらえたらと思っております。そして、ドンという風な形でですね。はい。こちら、グラフとなっております。ここからちょっとレイアウトを変えて、このような形でですね、お話を聞いていきたいと思うんですけれども、なかなかね、本当に今、7歳のところからスタートして、今のね、34歳のところまで、いただいております。真ん中のちょっと点々点のところに関しては、ちょっと時間が経過しているところという風な形となっております。早速なんですけども、お伺いしていきます。まず、はい。じゃあ、はじめ。7歳の頃、頭部の脱毛があるということで、これは何かあれですか？なんか病気か何かでなんですか？いや、なんか、頭部脱毛って書かせていただいたんですけど、小学校2年生の時に、前髪、まつげ、眉毛全部抜けちゃって、で、そうなんですよ。で、それで皮膚科に行って、お薬塗っても生えてきたんですけど、この時に、学校をちょっとお休みする機会が増えたっていう話なんですけど。全然癌とは関係ないんですけど、そういえば思い返してみればそういうことがあったなと思って書かせていただきました。いきなり抜けたんですか？それともなんか、自分で抜いちゃうみたいなこともあったりとかするかもしれないですけど、どうなんですか？自分で抜く時もあれば、でも、なんか、あんまり覚えてないんですけど、小学校2年生なんで。なんかそんな感じ。そっか。
まあ、で、抜けちゃっていったというのが、まあ、当時あっはい。て、はい。で、そんな中で、癌とは関係なくありまして、その後にではい。すね、はい、こちら、左下位部に熱管と、を持ったしこりを発見というはい。ふうなことを書いていただいておりますが、熱を持ったんですかね、しこりが。そうですね。初めて、自うん。分で気づいたのが、お風呂に入ってる時なんですけれども、うんで、そのうんうん。時に、あれなんか、すねのところが膨れてるって思って、触ったうん。ら熱持ってたのを覚えてるんです。で、熱を持ってるしこりを、見つけたんですけど、次の日へこんでたりとかするので、だかうーら、どこかぶつけん。たのかなって初めは思ってたんですけど、それを何回か繰り返してました。すねのところに何かこう、しこりができたんですね。そうです。で、え痛みとかはえ。なかったんですけど、熱を持っていたしこりを見つけました。おお、それ1個だけですよね？ボコッとなって1個て。だけです。はい。おお。で、それを発見し、なんだろうなと思っている中で、次こちら、はい。整形外科を受診されていくということで。初め、どこかにぶつけたのかなと思ってたんうんうん。で、まだ子供っていうこともあって、母に言ってなかったんですよ。で、あ、母に伝えてなくおお。て、でも、あまりにも何回も、こう、へこんだり、で、また出てきたりっていうのを繰り返してたんで、子供ながら何かちょっとおかしいなと思って母に相談したら、うんうんうん。地域の整形外科に、行こうかってことになって、整形外科受診しました。そっか。ずっと、最初は自分はどっかぶつけたのかなって、お母さんに相談するまで1、2週間ぐらい？そうですね。じゃあ、近くの、整形外科に行こうかと思って受診をされていくというはい。ことで。で、ここで受診されていくと、こちら上がっていきますが、これがガングリオンと診断といはい。うことで、えーガングリオンって何ですか？ガングリオンは良うん、性の腫瘍なんですけれども、うん、良性の腫瘍って、診断を受けまして。で、特に手術とかも、うん、うん、必要ないってことだったんですけれども、出てきたり、へっこんだりっていうのが気になるんであれば、一回じゃあ手術しましょうかって、もう簡単な手術なんでって言われたんで、なんで、もう母もお願いしますってことで、私もそのガングリオンっていうのが、なくなれば、うん、うん、見た目も気にならないし、いいなと思ってて、でうん。その時は、やっと原因が分かったし、怖いものでもなかったからよかったぐらいの気持ちだったんです。だからその時は良性の腫瘍だっていうことを言われて、そこはい。でもう、じゃあ、取ってしまおうという風なはい。形で、なので、それで終わるんであればっていうことでちょっと高くなってそうです。るってことですよね。うん。はい。で、よし、じゃあ取っちゃおうという風なことになった後に、これでね、終わってたらもう、ね、この後は、もう、ね、無事になっていくんですが、そこからちょっと下がっていきます。これが、部長が診察を、部うん。長が診察を、そうこれはなんです。どういうことでしょう？はい。地域の総合うん、病院の整形外科に受診したんですけれども、うんうん。母がそこの外科に、違う病気で通ってまして、で、外科の部長さんに今度娘が、手術するんですってことを、世間話と言いますか、そういうのでお話ししたみたいなんです。母から聞いた話なんですけど。で、そうんうん。したら、そんなところに、膝じゃないわ、足のすねには、ガングリオンできないよって、うー外科の部ん。長が、あの、母に伝えて、で、もう即整形外科の部長を紹介するから、娘さん連れてきてくださいってことで、整形外科の部長の診察を受けることになったんです。おお。じゃあ、こんなところにガングリオンできないよっていうことに気づいてくださって、じゃあ部長に診はい。察をちょっとお願いしようということで、部はい。長の診察を受けていくんですね。はい。ほうほうほう。まあ、その課の部長というか課長みたいな形ですかね。はい。うん、うん、はい。うん、うん。で、それで診察を受けていった中で、次、転院と
書かれていますが、これは診察を受けた後、ちょっとここではみたいな感じになっていったんですかね。まあそうですね。私が、覚えてるのは、部長がまず足を触診したんですね。で、触診して、MRI 取りましたかって言われたんで、取ってませんっていうことで、で、一度 MRI 取りましょうって、いう話で MRI 取ったんですけれども、その時に、母が、診察室に、呼ばれて、これも母から聞いた話なんですけど、うちではもう手術できないんで、もう即、専門の病院に転院してくださいってことで、言われたみたいです。ああ、そっか。当時8歳ですもんね。そうですよね。はい、だからもう、また病院変わるのかぐらいでしか、渡辺さん自身は思わないですよね。はい、もう全然何とも思ってなかったんです、正直。でも、また違う病院行かないといけないのっていうのは正直思ってましたけど。そっかそっか。でね、病院、ここでちょっとね、他の病院に行かないといけないっていうことで、ちょっと親っていう風な形にね、手術のためになっていき、そこで、はい、生検を受けられます。はい。生検がちょっとネガティブなのは、印象があるんですか？嫌だった。いやー、この頃ぐらいから、正直、自分が癌なのではないかっていうのは、うすうす気づいてたんですけど。あ、そうなの？そうなんです。うすうすですけど。周りがやっぱり、癌の、子供たちだったので、でも、自分はでも、ガングリオンって聞いてたし、早く正直学校に戻りたいけど、まだ戻れないのかぐらいの落ち込みだったんですけど、まさか自分がね、いろいろと、そういう生検しなあかんのかということで下がっていく中で、そこで、はい、その後に残念ながら癌告知を受けていくのですが、はい。結構ポジティブですね。そうですね。もう生検の時からもう入院してるので、だからお友達とか病院の中でできたりとかして、結構、当時シール交換とか流行ってて、で、割と、楽しく、入院生活を送っていたというか、そうなんですよ。で、友達とかと遊んだり、で、看護師さんの後追いかけて看護師さんにも遊んでいただいたりとか、結構、院内学級とかもあったので、ポジティブに、普通に3時になったらおやつも出てくるし、楽しいくらいで思ってたんですけど、だからちょっとポジティブのところにさせていただいたんですけど。これは、すみません、ポジティブで、そのね、周りの環境も含めポジティブだったっていうことは、あるかと思うんですけれども、はい、この、何でしょう、癌告知自体は、これちゃんと渡辺さんにも告知されたっていうことなんですか？いや、私は何も聞いてないです。もう全部母が、主治医というか、病院に、呼び出されて、で、母が全部もう説明を受けて、母の口からも、私に対してそういう告知とかは全くなかったので、だから何も知らない状態でした、私は。ああ、そうなんですね。そっか。ちなみにじゃあ、癌とは、告知を自分自身で分かっていくのはもう治療を受けた後？治療中ですね。治療中に分かっていく。はい。わかりました。生検のところで、だいたい、もしかしたらとは思ったんですけど、まだ、どうなんやろう、まさかでもって感じで。そうそう、そんな感じだったんですけどね。そっか。で、治療中に、それは親御さんから聞かされる感じ？それとも自分で何か見てとか、お医者さんから聞かされた感じ？どうなんでしょう？治療後ですね。治療後に親から聞きまして。で、
そうです。で、通院とかもやっぱりあるんで、転移とかいろいろそういう話を聞くと、あ、癌なんだなっていうのが、まあ、後々分かってきたって感じですね。ああ、そっか。はい。で、そこのね、まだ病院に入院している、したてというか、そういった時は、こう、いろんなね、方とこう遊んでっていったことがある中で、その時のお写真をね、ちょっといただいておりますので、ちょっとこちら見させていただければと思います。うん。はい。ね、こちら、ね、実家に戻っていただいて写真も用意していただいてありがとうございます。なんかすごいなんか、昔の写真って感じです。まあ昔の写真なんですけど、なんか古い感じですね。いやー、いいね。味がある感じで。物もすごこれは、く良くて。どのようなタイミングとか覚えていらっしゃいますか？なんか私、このトラって言うんですけど、こうんうんのうん。抱えてるぬいぐるみがすごく大好きで、で、まあ単純にちょっと猫抱えて写真撮ろっかって言われて撮ったようなう記憶がうっすらと、ーん。特に何の意味もないうん写真ですうんうん。けど、これぐらいしかでも残ってなかったんですよね。まあね、そんなね、写真バシバシは今の時代みたいに撮らないですからね。そうですね。携帯とかもなかったので。うん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 ううん。ん、そっか。じゃあこれはまだ治療入る前あたりですかね。まあそうですね。政権後ぐらいだと思います。はい。ねえ、すごい、なんか、ね、あのー楽しそうな、一つのね、シーンをうん、切り取っていた楽しだいてと。かったです。はい。ただ、ここからね、ちょっと治療とかね、いろいろ入っていくかと思いますが、癌の告知されてからどうだったのかというと、下がっていく。ああ、これは病院の仲間の急変、同じ病棟の方たちって感じですかね。そうですね。まあ今まで一緒に、笑顔でわちゃわちゃ遊んでた、お友達が、まあ、まあ急変していって、で、やっうんぱり亡くなる方も、まあ正直いらっしゃるし、まあ部屋が変わったりであったり、大部屋だったのが個室になって会えなくなっちゃったりとか、うん。まあいろいろそういう急変とかがあって、で、まあこの時に、まあ私もそうなんだっていうのはもう、政権の時以上になんかこう自分の中で確信はついたんですけれども、うん癌っていう。うん。だけどなんかやっぱり、こう楽しかってみんなでわちゃわちゃ遊んでたのが、こう病棟に一人ぼっちになっちゃったりとか、病室か。病室に一人ぼっちになっちゃったりとかで結構落ち込みが激しかったですね。ああ、そっか。まあね、周りのね、本当方たちがどうなっていくかっていうのもね、子供ながらいろいろ察するところありますよね。はい。やっぱ怖かったですね、すごく。そっかそっか。その中でね、もう下がっていくのは、はい、悪夢を見るというこはい。とで、これはもう寝てる時にうなされるとかですか？そうですね。なんかまあ子供ながら、やっぱり怖くて寝れなかったりとか、まあ悪夢を見たりとか、まあ次、もうもしかしたら自分が亡くなっちゃうかもしれないとか、まあそういうのもあったりとか、あとはまあ周りのやっぱ仲間が、しんどい思いをこう、してる中で、まあ、私が本当に生きててもいいんだろうかっていうなんか罪悪感みたいなものもすごくこう自分との葛藤といいますか、そういうのもこの頃ぐらいにどっと出てきましたね。そっか。罪悪感とかってそういったところもあるんですね。そうですね。なんか、やっぱり、なんかみんなまあ治療頑張ってね、将来の夢に向かって乗り越えようって思ってる中で、だけどやっぱりまあ残念な結果になってしまったりとかっていうのがあると、まあ、なんで私が生き残ってしまったんだろうっていう、そういうちょっとネガティブな気持ちには正直なってしまってた時期はありました。そっか。はい。
そんなネガティブなね、状況から、はい。どのようにこう上がっていくのかっていったところが次こちらになります。手術。この後に手術が入ってくるのか。そうなんです。こう、告知を受けて手術するまではちょっと時間あったんですかね？そうですね。1ヶ月ぐらい、1ヶ月もなかったかな。まあ、半月ぐらいですかね。時間空いて。はい。手術、こちらに関しては、広範囲切除術と書いてますけれども、すねのところをこう切っていく感じになるんですかね？そうですね。さつまいも型に切って、正常な組織とともに悪性腫瘍を取るっていう手術だったんですけれども、10時間以上かかる結構な大きい手術でした。でも別に手術に対しては、まあ、その怖さとかももちろんあったんですけれども、だけど、まあ、本格的に治療が始まるって意味で、ポジティブにちょっとなったんですけど、このグラフでは。結構そのすねのところを広範囲切っていくってことは、その部分はどっかからこう移植してまた持ってくるとかっていうのはしなかった？私の場合は移植とかはなかったですね。筋肉を取って、でも皮膚をこうガッと。だから24針ぐらい塗ったのかな。結構塗ったんですけど。そっか。だからどうしても、はい、すいません。骨とか、ごめんなさい。骨とかは取らず？骨は取ってないです。ほんと筋肉だけをこうごっそり取っていったっていう感じなんですね。そうですね。そっか。手術自体はじゃあ、長い手術ありましたけれども、ご本人的にはそこまで負担はなく。負担はあったんですけど、そこまでは。って感じですね。はい。そこまで、手術を受けていって、で、その後、一番ね、ちょっと上がっていく部分、ここに関してが、復学という形になります。手術終わってから、どれぐらいの期間で復学できたんでしょう？3ヶ月ぐらいですかね。はい。あんまりちゃんとは明確には覚えてないですけど。そうですね。はい。当時の出来事ですからね。で、結構この復学が上がってるってことはようやくじゃあ小学校に戻れるぞっていうことで、結構上がってる感じですよね。もうすごく嬉しかったのは本当に覚えてますね。やっとお友達にも会える、みんなと一緒に勉強ができる。で、運動制限とかはあったんですけれども、運動会出れなかったりとか、体育の授業出れなかったりとかはあったんですけど、でも、すごくやっぱり友達に会えるっていうのがもうワクワクして嬉しかった気持ちはありますね。そうか、そうね。ワクワクして、じゃあ復学できるという中で、またちょっと下がっていっちゃうんですよね。それがこちら。いじめを受けるというね、なかなかちょっと、これは、もし気持ち辛くなったらあれですけれども、言える範囲でちょっと、当時の状況をお伺いしてもいいですか？はい。復学した時に、やっと友達と会えると思ってすごく嬉しかったんですけど、やっぱり入院してる期間に、小学3年生っていうこともあって、結構みんな女の子とか男の子でもグループ作ったりとか、もう、私抜きでのそういう絆と言いますか、なんかもう、学校での雰囲気がこう、ガラッと変わってて、なかなか馴染めなかったっていうことも、ありますし、で、あとはやっぱり、なんであの子体育の授業参加しないのとか、運動会とかもなんであの子出えへんのとか、学校来てるやんみたいな、やっぱそういう感じにやっぱ見られちゃって、で、
退院してからも結構な頻度で通院しないといけなかったりとかで、特別扱いじゃないですけど、なんかそういう風にされてるっていうのも見られてたり、あとはやっぱ傷跡が気持ち悪いとか、小学生ってやっぱ子供って結構、ズバッと言ってくるような、感じじゃないですか。だから、結構そういうので、もう、いじめを受けました。そっか。孤立してしまったんですね。いやー、辛かったですよね。はい。で、その中でね、はい、上がっていくのは、それは、はい、小学校卒業するということで、結構じゃあ、小学校卒業するまで結構続いた感じなんですかね。もう3年生から6年生まで、もう最後まで続きました。で、その間に、親に相談したらいいじゃないって思うかもしれないですけど、やっぱりその入院中に、やっぱり、両親が、辛くて疲れてるような、顔もちろんね、見せんとこうと思っても、やっぱり子供ながらに感じてしまってて、で、やっぱもう辛いところとか、見せたらダメっていうのを自分の中でマインドコントロールしてたというか、もう強がってた。もう強くないといけないっていうのが自分の中でもう思ってしまってたので、相談もできずずっと、そうですね、もう一人で抱えてきたって感じですね。で、小学校卒業っていう時に、やっと解放されるって思った、その喜びがありました。そっか。はい。そっか。ちなみに、小学校と中学校で結構続くっていうか、地元だったらね、結構同じ方たちが中学校もいらっしゃるのかなと思いますけど、そこでは大丈夫だったんですか？大丈夫でした。中学校はクラス替えがあるんですけど、私の小学校はもう1年生から6年生まで1クラスだったんですよ。ああ、そうなのか。そうなんですよ。人数が少なくて。そっか。なんでそのクラス替えが中学校になってあったから、で、他の小学校の子たちも来るんで、割とそこで救われたと言いますか。っていうことだったんですね。はい。ね。だからそこからね、時は、流れていき、はい、大学に入学していくという風な形となります。はい。この大学入学していく中でにはなるんですけれども、ね、ここから下がっていくのがちょっと怖いのですが。そこから学生生活は、特に、問題なく過ごしていったっていうことですね。はい。平凡に過ごしてました。いや、こっからちょっと下がっていくのが怖いんですよね。これがこちら。気持ちのコントロールができずということが書かれています。気持ちのコントロールができず。これはどういうことでしょう？小学校の時に、その癌になって、で、病院仲間の急変があっての悪夢を見るってところがあったと思うんですけれども、悪夢を生み出してっていうのが、実はその小学校卒業するまでの間でも、小学校卒業してからも、ずっと悪夢っていうのはもう続いてたんですけど、だけど、何かしら、やっぱり母とかに心配かけたらいけないっていう思いで、マインドコントロール自分の中でして乗り越えてきたものの、この大学進学と同時に、自分の中で壊れてしまって、もう一人で我慢することがすごく辛くて、なんで、その時も、なんで私は生き残ってしまったんだろうとか、やっぱその当時の、フラッシュバックと言いますか、映像がもう頭の中でバーって流れてきたりとか、っていうのが結構頻繁に出てきて、
でもこの時も親にしんどいとも言えないし、もう生きてていいのかなとか、いろいろ考えました。ああ、これって、何でしょう、はい。大学に行ってから急にはい。出てきたんですか？そうですね。やっぱり、うん。大学時代の時に一人暮らししてたんで、だから一人で暮らしてる時に、やっぱりなかなか余計に頼れる人がいなくなったというか、自分があもっとしっかりしないといけないって思う反面、でももういつまでこう弱音吐けないんだろうとか強くいなきゃいけないんだろうっていう気持ちが、もういろいろこうごっちゃになってしまって、そっでもか。崩壊したって感じですね。うん、うん、うん。うん、だからこうね、今までは実家にいて、それでね、はい。ご家族もいてということでしたけど、大学進学して一人暮らしした中で、まあはい。一人になった時に、まあいろいろ思い返すことがあってっていうところではい。結構ね、うわーってなっていったんですかね。そっはい。か。で、そんな中でね、はい、えー精神科も受診されていくっていうことで、これはやっぱこう、心の問題だろうということで、精神科にご自身で行かれるんですか？そうですね。なんかもう、本当にもう自分の中でも、なんかうん。気持ちが壊れちゃって、で、まあ、周りの友人とかにも相談したときに、もう、精神科行った方がいいんじゃない？心療内科とかって言われて、で、うん。やっぱりこう、ハードルは高かったんですよ。ハードルと言いますか。うん。うん。でも、ねえ、またなんというか、まあ悪夢とか見るのもやっぱりしんどいし、もうこのままずっとしんどいのも嫌だなと思って何かしらなんか楽になる方法ないかなっていう気持ちで精神科受診したんです。はい。ただ、するが、点々点っていうことなので、どうだったんでしょう、受診してみて。気のせいと言われました。気のせいと。はい。え、お医者さんがそんなこと言っていいんですね。いや、気のせいってなんやねんって正直いや思ってしまったんですけど、え、なんというか、まあ、病院の先生に言われたのは、まあ、うん。昔癌になったことも別に関係ないよって、もう癌は治ってるでしょっていうようなことはまあ言われて、だかはいはいらもう、はいはそれはもう気のせいだよ。いや、気のせい違うねんって思いましたけど。いや、だって悪夢い。見るし、うん。フラッシュバックみたいのもあるし、うんうじゃあなんんうんうん。なんって思うじゃないですか。でも思いますなんか、よね。うそうん。思うんですけど、でも気のせいって、もう一言で終わらされました。いやー、気のすね。まあ、そら、ね、もう、どん底の時にそんなこと言われたらね。うで、気のん。せいって言われて、あ、そうですか。気のせいなんですね。わかりましたで帰れないし。うん、ふん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 。なんか、すごく、なんか、しんどかったですね、自分の中で。うん、うんうん。ね、その中でね、ちょっと上がってきているのがちょっと救いではあるんですけど、それがこちら。ピアサポート。はい。に参加ということで、ピアサポートってね、同じがんの経験者たちのちょっとのこう、ピア仲間のこう、ね、サポートっていう形で集まりだったりとかね、そういった中でのこう、話したりだとか、いろいろあったかと思うんです。これはどういったところに参加したんでしょチャイルドケモハウスのピアサポートに参加させていただきました。で、やっぱり小児がんっていうこともあって、割と、まあ、こういう、活動といいますか、イベントに参加するのがどうしても大人に大きくなってからになう？うん。っちゃったんですけど、だけど、いろいろとこうネットももうその時は普及してたので、なんかネットでいろいろ調べたら、ああ、こういう集まりがあるんだ。そしたら、ちょっと参加してみようかなっていう、まあ気持ちで、うんうんうん。行ったんですけれども、そこでいろいろな
まあ、眼種は違っても、まあ、同じくくりの病気の方とか、結構前向きな方がもうほんとたくさんいらっしゃって、で、すごく私自身もなんか救われたし、あ、仲間って本当にいるんだっていう、なんか嬉しさ。うん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 。私も頑張って乗り越えていこうっていう風に思えたすごい大きなきっかけでした。おーね、神戸でね、ある、こう、チャイルドケモハウスさんの施設ね、私もね、これ僕もいた時ですかね。あ、そうです。はい。僕もちょっと参加させてもらったタイミングで、一緒にこのタイミングでね、なので、はい。チャイルドケモハウスさんのこのピアサポートのこのイベントに参加してという時に、ちょっとね、いろいろ、はい。出会わせていただいてっていったことがありはい。ましたけれども、どうでした参加してみて、やっぱその本当に自分の気持ちは変わりましたかね？まあそうですね。やっぱり落ち込んでるだけじゃなくて、やっぱりまあね、いろんな願種もあって、いろいろな環境とかもね、皆さん違うので、うん。あれですけど、だけどやっぱり当事者として何かしらこう、啓発していきたい、私も力になりたいなっていう気持ちがやっぱり高まったきっかけにすごくなりました。はい。で、ね、その中で、はい、次こちらになります。うん。PTSD と診断というこはい。とで、これはまたどのような流れでなっていったんでしょうか？精神科受診するが気のせいと言われてからも、気のせいって何って思って、結構いろいろな病院にやっぱり診断を求めて行ってたんですね。で、ようやく、分かってくれる先生がいたと言いますか、話を詳しく聞いてくれる先生がいて、で、実は悪夢見るんですって、もうそういうフラッシュバックみたいなものもあるんですって言って、いろいろ本当に2時間近く話聞いてくださって、そうしたら、ん。癌の闘病をきっかけに、PTSD で診断を受けまして、やっとこうなんか、私それで今まで苦しかったんだっていうのが、すごくなんかもう、ありましたね。やっとここにたどり着いたっていうか。これまではなんか、いろんな病院にやっぱ行ってっていう感じだったんですね。そうですね。うーん。そっか。この PTSD と診断されてね、で、ようやく原因が分かってっていう風なことかと思うんですけど、そこから治療みたいなものはどのような感じになるんでしょう？治療は、基本服薬治療うん、なんでうん、うん。すけれども、今も治療中なんですけれども、だけど、服薬薬だけじゃなくて、認知行動療法とか、うん、うん、まあ、うん。自分の捉え方を変える訓練であったりとか、うん、そういういろいろな、なんか、治療を受けながら、うーうん、ん。いや、今日良かったですね。ようやくそういったね、病院に巡り会えて。そうですね。なんかうん、すごくほっとしました。でもほっとした反面、やっぱり課題っていうのもいろいろ自分の中では見えてきましたけど。うん、うん。うん、まあね、ただ何も分からずって言ったところからよりはね、本当やっぱ、ちゃんと分かってくださる方を見つかって、そして一緒にね、今も、治療されているということでありますけれども、そんな中で、はい、8歳からの病院も就寝ということはい。で、これまでずっと定期的には通っていたっていう感じなんですね。そうですね。同じ先生に本当にお世話になってずっと、8歳の頃から通ってました。定期検診で。だけどで、再発転移もなく、無事にうんうん。い就寝や、よかっが32た。歳の時か。ううん。ん。ねえ、ほんと、じゃあもう、ね、かなりもう20年以上、ね、その病院には通われていたって感じなんですね。
そうですね。うん。長かったです。それはもう、あれですか、終わったタイミングではもう行かなくていいわ、なのか、寂しいな、なのか、どうなんでしょでももう正直第二のパパみたいな存在でう。思ってしまってた部分があって、主治医のことを。うん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 。だから、すごく寂しかったです。でも寂しかったですけど、もう本当に、もう、感謝してもしきれない気持ちでいっぱいですね。そっかそっか。はい。はい。そしてね、こちら、今は社会福祉士になるために勉強中といはい。うことで、次のステップとして、社会福はい。祉士に今はい。なろうとされてるんですよね。そうなんです。やっぱり癌になって、で、落ち込んだりとかっていうことが結構今までの人生あったんですけれども、やっぱり同じ思いをしてほしくないっていう気持ちがすごく強くあって、そのために何か話を聞いたりとか、自分のこの癌の闘病経験を通して、一度福祉の勉強をして、社会のお役に立ちたいなと思いまして、今、通信の学校に通いながら、うんうん。はい、お仕事して、お日々レポートに励んでおります。ー、うわー、うん。いやー、すごい、ほんとね。いえいえいえ。通いながら、お仕事もされながらということでね、きっと、はい、いい社会福祉士になっていただいて、ね、未来のね、悩んでいる人たちを助けてくださるのかなということを思います。ありがとうございます。はい、一通りね、いろいろお話をページのジャーニーを活用して、ちょっとお話をお伺いしていきました。ここからですね、各項目に分けて、ちょっといろいろお話を聞いていきたいと思います。はい。まず病院や治療の選択という中でですね、どのように病院や治療を決めていったのかっていうことあるんですけれども、まずこちらですね。まずこのペーシェントジャーニーの中で、病院を決めていくっていったところで、まずここの、何でしょう。まずはじめは、はい、整形外科、近所の病院ですよね。はい。に行かれはい。ていで、それで部長さんが診察されていて、転院を検討される。これの転院に関しては、病はい。院は、こご家族でこの病院がいいなっていう転院にしたのか、それとももう、この前の病院から推薦されたところに行ったのかっていうとどうでしょうか？前の病院から推薦された病院に行きました。おうほうほう。はい。それは、あれですか、小児の専門の病院、もしくは、何でしょう、はい。癌の専門の病院だったりとか、もしくは大学病院だったりとか、大きめな病院っていう感じなんですかね？どうなんでしょう？国立病院です。ああ、そうなんですね。はい。私は国立病院に転院になっうん。たんですけれども、そのうんうん。先生が、がんの専門の病院にいらっしゃるはずで、はじめそこに紹介状をって話だったんですけれども、そのうんうん。先生が国立病院に、あの、異動になったの？そうです。移動されてたので、私も国立病院に紹介されたっていう形ですね。ほうほうほう。ということはなので自分で、はい。そうか、最初はじゃあ、癌の専門病院を紹介される予定だったけれども、紹介先のその先生がちょっと、異動になって、国立病院はい。になっていったって感じなんですね。はい。はい。ふん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 。え、ごめんなさい。大阪ですよね？大それは。阪です。はい。うん。大阪で、全部やられていってってことなんですね。はい。手術していこうっていうのは、その病院の先生の方針で、手術していこうということで合ってますかね？はい。うん、うん、うん、うん。で、その後っていったところで、過ぎまして。で、ちなみにここの精神科っていうところに関しては、様々ちゃんと診断してくださるところまで、たどり着くまで結構いろいろ、紆余曲折あったかなと思うんですけれども、いろんな病院に行ったっていうのは、それも自分で調べて行ったっていう感じなんですかね？それは自分で調べていきましたね。うん、うん、うん。うん。でも自分の中で何の病名かとかっていうのも全然知識がなかったので、なのでとりあえず心療内科とか、精神科うん、とか、いうところを通いやすいところで、うん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 。いろいろと調べていってっていうのを
まあ、してましたね。そっか。こういうちゃんといろいろ話聞いてくださる先生に行き着いたのは、その病院はなんかホームページを見てなのか、それとも口コミを見てなのかで言うとどうなんでしょう？そこの診断してくださった病院は、知人がちょっとそこに通ってて、で、今日受診日だから、なんやったら一緒に受診してみるっていう軽いノリで行ったんですけど、そこの病院あることは知ってたんですけど、あれだったら一緒に診察室入ってあげるし、どうって言われて、もう軽いノリで、どうせもう理解されないというか分かってくれないだろうなって思いつつ、じゃあ行ってみようか、みたいな感じで行った病院が良かったという、その先生が。そっか。いや、そういうね、じゃあ、友人の紹介で行けたっていうことなんですね。はい。いや、本当いいところ見つかってよかったです。本当。はい。そしてですね、次は辛かったことになります。副作用や後遺症などで辛かったことという形になりますけれども、どうでしょう？渡辺さんは、足の手術をされて、そういった時に後遺症など、辛かったこといかがでしょうか？そうですね。後遺症、副作用は抗がん剤治療してないのでないんですけれども、学校で言えば、やっぱり周りの、同級生と同じように馴染めなかった、体育の授業とか一緒に受けれなかったとか、っていうのと、あとは、どうしてもその PTSD の影響で、当時からも PTSD あったのかなかったのかわからないですけど、その悪夢を見たりとか、自分が生きてていいのかっていうのをずっと子供の頃からやっぱり思ったりとかしてて、それも私は一種の、心の後遺症だと思ってるんですけれども、やっぱそういうのが一番辛かったですね。ねえ。それらがね、その心の後遺症がようやくね、何でしょう。何十年も経って、ようやくね、病院に行ってっていう風な形でね、あってっていう形だと思います。なので今回ね、やっぱ思ったのはやっぱ体だけじゃないんだなっていうことも改めて、気づかされました。そんな中で、次こちら、家族のところなんですけれども、ご家族、ご両親ね、サポートしてくださったかと思いますけれども、サポートしてくれて嬉しかったなっていうことだったりとか、こうして欲しかったなっていうこと、もしあれば、お聞かせいただけますでしょうか？すごく両親はやっぱりすごく辛かったと思うんです。だから本当に治療を支えてくださった両親には感謝してるんですけれども、正直何も知らされずに、癌って知らされずに、何もわからないまま入院して治療してっていう状況だったので、今思うと、言ってくれてたら楽だったかな、少しは気持ちの部分でっていうのは、やっぱり思ったりもしますし、親とも時々そういう話とかも未だにすることがあって、でも何が正解とかそういうのがないので、難しいところではあるんですけど、でも本当に、親には感謝してます。そっか。やっぱ、当時8歳と言ってもね、ちゃんとわかりますよね。自分がどんな状況かっていうのも。そうですね。詳しくはわからなくても、やっぱり、ある程度、分かってしまうというか、だけど正解を知らないので、答え合わせもできないし、そっか。すごくしんどかった記憶が。そっか。ね、先ほど治療後にね、癌ということを教えてもらったよっていうことでしたけれども、教えてもらった時は、どうでした？どういう感情だったんですかね？やっぱりっていう、一言、やっぱりっていう一言でしたね。でも、それで、聞いて、
でも辛かったとも言えず、結構まあ母が、入院中の時も目晴らして、まあ、周りのお母さんとかもそうですけど、目晴らして、でも必死にね、うん。こ子供さんの前で、笑顔を作ってるっていう言い方は悪いのかもしれないですけど、やっぱりまあ、両親も子供もみんな、うん。支える側も辛いっていうのは子供ながらにやっぱり感じてたんで、だから、笑顔でいなきゃいけないうん。し、あの時辛かったとかともなんかもう言えなくて、そっか。はい。いやね。まあ、そこね。どう、今だったらどうします？今だったら、正直教えて欲しかったなって正直に伝えて、で、やっぱり弱音はちゃんと、吐いとけばよかったなっていうのは思いますね。そっかそっか。弱音をね、しっかり。まあ、けど難しいですよね、当時ね。ほんとね、いろいろなんか心配かけたらあかんなとか思ったりとかしますもんね。子供ながらに気を使ってしまうというか、親に退院後も。そうですそこよね。がやっぱり吐き出せる、人が、親でなくても周りにいたら、少しは心の面で変わってはきてたのかなっていい意味で、っていうのはすごく思います。そっか。いや、本当はい。まあ、本当赤裸々に本当ありがとうございます。本当はい。次、はい。こちらですね。学校のことといたしまして、またちょっとね、お辛い話、ちょっとお伺いしちゃうかもしれないんですけれども、学校のことといったところで、先ほどね、ペイシェントジャーニーの中では、ちょっといじめを受けたということもあったかと思います。はい。この中でね、その中で、卒業していく、この過程もしくは復学していく、その中で、学校、辛いこと多かったと思うんですけれども、もうこの時は、なんでしょうね。耐えるしかないのか、どうなんでしょもう日々修行のように耐えてました。日々修行のように耐えてたんですけれども、でもそこが趣味とちょっとつながるんですけど、昔からピアノを習っていて、なんで、音楽室のピアノを、ちょっと休み時間に弾かせてもらったりとかして、ピアノがお友達。ピアノはもう、裏切らないっていう気持ちがあって、ひたすらピアノを弾いてた記憶があります。ああ、じゃあ、休み時間とか音楽室行ってピアノ弾いてみたいな形をずっとされていたと。ああ、そうですね。そのおかげでピアノ上達しました。おー。すごい。ちなみに勉強とかの関しては、それはついていくのが大変だとか、その休んでた間とか、そういったところは大丈夫でした？どうでした？幸いなことに、院内学級があったので、なのでそこまで勉強の遅れは、感じなかったんですけど、だけど、院内学級と言っても、もう自主勉強ドリルとかはたくさんあるんですけど、教えてくれる先生はいなかったので、だからもう自分で独学って形ですね。復習したり、独学で新しいこと学んだりっていうことの、環境提供みたいな。っていうのが、当時の院内学級だったので、私の知ってる院内学級は。で、幸いなことに、勉強が嫌いとか苦痛になるっていうのは私は思わなかったんで、当時。なので、むしろ、そうですね、全然勉強に遅れとかはなかったです。院内学級を活用したけれども、院内学級でね、自分で、自習か、いう風な形で、頑張って、特にそれで遅れはなかったっていうことですね。はい。でも本来は、その院内学級、今思ったらですけど、院内学級
は、まあもちろんのこと、やっぱりその、教えてくれる先生だったり、やっぱそういう方がまあいらっしゃったら、まあすごくいいよねっていうのは思いますね。そうですね。僕もなんか院内学級って先生がいるイメージでしたけれども、当時いらっしゃらなかったんですね。そうです。私の病院は先生がいなかったんです。そっかそっか。基本的には、基本的にはいるかなと思ってはいますが、なんか、ちょっとごめんなさい。ちょっとそれはちゃんと、皆さんのちょっと病院の、何でしょう、どうなんやろう。ちょっと、いいのかないるような気がするけどな。病院によるし、その時代にもよるんですかね。そうですね。ちょっね、そうですね。ごめんなさい。ちょっと今のまた時代が違うと思いますので、ちょっとまた、詳しくは皆さんね、病院の、医療者の方、もしくはね、病院の事務の方に聞いてもらえたら嬉しいなと思います。すいません。はい。そして次、こちら、お金や保険のことといたしましてですね、治療費だったりだとか、そういったところに関してなんですけれども、これはあれですよね、小児の時になっているので、小児慢性特定疾病のね、そういった、医療の助成を受けてというふうな形で、医療費は基本的には無料で受けることができるのかなと勝手に思ってるんですけど、合ってますかね？そうです。でもその、小児慢性特定疾患の、疾病特定疾病特定疾病です。はい。小児慢性、いいです。小児慢性特定疾病のその制度と、で、あと、まあ、不眠共済に癌と診断される2、3ヶ月前に、まあ、親が勝手に入れててくれたみたいで、それでも助かったんですけど、でも、まあ私は、そこで、あんま金銭面とか、まああんま詳しくは子供の時なんでわからないんですけど、だけどそこまで母から聞いても、まああんまり困らなかったっていうのは聞きました。でもやっぱり年齢によって、いろいろと、制度の狭間とか、やっぱりいらっしゃる方とかもたくさんいらっしゃると思うので、まあ、そこはやっぱりどうにか、なんかいい方向に、なんか安心して治療できる世の中になっていけばいいのにっていうのはすごく感じます。そうですよね。渡辺さんもね、治療自体はその時終わってますけれども、その後ね、フォローアップでずっとね、通われていてっていうふうなこともね、やっぱありましたしね。やっぱ、そういったところで、いろいろまた、ね、お金が必要な部分もあったかと思いますし、またそのね、心の病気のね、後遺症のところでの、ことでもね、あったりとかすると思いますのでね、そこら辺がね、しっかりフォローされていくといいですよね。はい。ありがとうございます。次、こちらですね。工夫したことといたしまして、入院中でも治療後でも、どのタイミングでも、構わないんですけれども、渡辺さんが意識してやったことっていうのはあったりとかしましたでしょうか？工夫したこと。入院中は、とにかく、やっぱり辛くて、でも、周り、親がいるときに泣いたりとかできないし、したらいけないと思ってたんで、だからもう基本的に辛いって思うときはもう夜一人で泣くって感じだったんですけど、少しでも自分をポジティブにするのに、もう本当に看護師さんとか、あと看護学生さんとかがいらっしゃったので、だからもう遊んでもらって、遊んでもらって、もう、なんか、ちょっと待って、遊んでもらって、気を紛らわすとかね。そう、遊んでもらって気を紛らわす。そう、それをしてました。次にですね、情報のことについてお話を聞きたいんですけれども、やっぱ小児のがんの情報、もしくはその、治療を受けた後ですね、
後遺症のところでの、まあ、情報だったりとか、そういった情報ってどういった形で手に入れてましたか？まあ、今は SNS とか、やっぱりネットとか、病院とかに行っても結構冊子とかが置いてあったりするので、もうそういうところで情報収集して、実際に、聞きたいと思う講演会であったりとか、あとはまあピアサポーターみたいなその当事者の、まあ、集まりであったりとかで情報収集はまあ主にしてます。でも当時は、やはりそういうのもなかなかなくて、そうですよね。なかなか情報収集といっても、まあ、できない、状況だったので、だからまあ今と昔とはだいぶ違いますけど、ねまあね、今は、なんでしょう、しっかりこう、インターネットとかでもね、さっきのピアサポーターの情報とかもね、こうネットで調べて、それでそこに、チャイルドケアハウスに行ってみたっていうのもありましたしね。はい。いやいや、だけどそのネットはでも、やっぱり、間違った情報とかもあるんで、確かに。そこはやっぱり見極めていかないといけないんですけれども、そこはまあデメリットだと思います。渡辺さんなりの見極め方あります？公式が出してるかどうか。もう公式ですね。本当に。公式に限るって感じですね。そうですね。ね。そっか。だからちゃんと病院だったりとか、政府だったりとか、まあ行政がちゃんと出してるものっていうのをしっかり見ていくという感じですかね。はい。はい。そして、じゃあ次にですね、癌になる前とあって変わったことってあるんですけども、まあ、こちらに関してはね、もう、8歳の頃に、罹患されている渡辺さんなので、まあ、もし、癌になった後、こういった気持ちで、こう、生活しているよ、生きているよっていうのあれば教えていただけますか？変わったことは、まあ、その癌闘病中に、こう、明るくいないといけない。やっぱ周りを悲しませたらいけないっていうので、こう自分はもう元気な姿を見せないといけないっていうので、マインドコントロールみたいなのをやっぱしてしまってた部分っていうのは正直あって、だけどその後、もうずーっとなんとか自分の中で、耐えてきたんですけれども、大学時代の時に、もうメンタル的に崩れ落ちたっていうのがあって、だから、やっぱり、今思うと、今思うと、まあその時に、なんか話せる方とかがいたらいいなっていうのはすごく思います。その時にこう話す方っていうのはなんかこう、何でしょう。まあそっか、当時、そうよね。そんないないですよね。医療者か家族かぐらいですよね。当時はそうですね。まあ、私の時はでもそうなんですけど、だけど、まあ私の話っていうのはもうだいぶ昔の話で、今とはやっぱり制度とかも変わってるので、なのでやっぱり医療であったり、教育であったり、福祉であったり、もういろんな方にやっぱ相談というか、こう悩みとか、もう全然関係ない話とかでもいいから、とりあえず話せる人を身近に作ってほしいっていうのは本当に私の思いです。ね、まあそのためにもね、こう、渡辺さんがね、社会福祉士となってね、もういろんな方のね、相談にも乗ってほしいなっていうことを思いますしね。はい。そして、じゃあ次こちらですね。あの時の自分へということで、こう、まあ、当時8歳の時の自分でもいいですし、小学校のその卒業する前までの自分でもいいですし、なんかあの時の自分にこう今だったらこういう声掛けするなっていうと、どんなことをお伝えしますか？やっぱり、すごく正直孤独だったんです、闘病後も。なんで、なんかもう辛い時は、
本当に泣いてもいいし、楽しい時は笑ってもいいし、自分の気持ちに素直になることがとても大切だよっていうことを言いたいですね。大人の方にもうちょっと頼っておけばよかったなっていうのはすごく、あの頃の自分へもう言い聞かせたいぐらいです。耳が痛くなるまで。うん。はい。だからもっと頼ってもいいよってことですね。はい。もう今見てる方もね、ぜひいろんな人を頼ってほしいなということを思います。ありがとうございます。はい。次ですね、こちら大切にしたいこと、夢や目標などということでね、今後ね、社会福祉士の資格を取ってっていうふうなことをおっしゃっていただいていましたけれども、社会福祉士の資格を取ってやりたいこと、もしくはこういうふうに働いていきたいな、みたいな、そういった理想な姿ありますでしょうか？自分の強みは、やっぱり癌の当事者っていうことだと思うんです。やっぱり、マイナスな、イメージが世の中にはあると思うんですけど、癌っていう言葉が。だけど、そうじゃなくて、やっぱり癌になっても、今まで通り、生きることができる、安心して暮らしていけるような社会づくりに、やっぱり私も参加していきたいっていうのもありますし、やっぱ当事者として、何でも話しやすい。そして、悩んでることを小さなことでも、解決していけるような、寄り添っていける相談員になっていきたいなっていうのが今の夢です。ぜひそれを大阪の地で、はい。ぜひもっとね、素晴らしい、相談のね、できる相談員になっていただきたいと思いますし、ぜひそのね、地域の中でも変えていってほしいなということ思います。ありがとうございます。はい。それでは、ここからですね、インフォメーションに、いければと思います。がんノートですね、がん経験者のリアルな生活というですね、こちらの書籍など発刊しておりますので、もしよかったらですね、Amazon や、そういったお近くの書店で見てもらえたらと思いますし、オーディブルなどを聞くといったところもできますので、こちらもチェックしてみてください。そして、こちらですね、皆さん見てくださっている方、チャンネル登録、はい、してくださって、ありがとうございます。と思いますけれども、ぜひですね、ちょっとチャンネル登録などですね、ご協力いただければ嬉しいですし、高評価、コメントなどで応援してもらえたら幸いです。そして、出演してみたいよって方はですね、応募出演フォームなどもございますので、こちらもですね、ホームページからチェックしてもらえたらと思います。渡辺さんもね、こちらの、はい、出演フォームからいただきましたもんね。これは、なんかきっかけっていうのはあったんですか？チャイルドケマハウスさんの、ピアサポートの時に、ガンノートの活動されてることは知ってたんですけれども、なかなかもうだいぶ昔のことだし、私はなんか話せないかなと思ってたんですけど、でもやっぱり昔のことでも、当事者としてやっぱりいろいろと伝えていって、で、昔の課題と今の課題は違いますけど、だけどやっぱりその今困ってる課題とか、制度とこととか、いろいろやっぱり解決していくために、いろいろと私も啓発活動をしていきたいなと思って、今回応募させていただきました。はい。ありがとうございます。いやいや、本当にね、昔のことだからっていうのではなくですね、やっぱ昔のがんの経験者さんたちも何かしらね、今も、やっぱ抱えてるものっていうのもすごくあると思いますし、今回のね、渡辺さんのケースであれば、その後ね、心の、病の方も、お話しいただきまして、やっぱり治療中だけではないんだなっていうところもすごく、やっぱ今回、皆さんにね、可視化、していただけたと思いますので、ぜひぜひ、やっぱ悩んでるのは一人じゃないんだなって思えるのが、本当大事だと思いますので、こうやってね、昔の経験談でも、すごく大事だなっていうことを改めて僕も思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。
それでは、こちら、次にはですね、渡辺さんに、はい、視聴者の皆様へのメッセージをいただいておりますので、次こちらになります。はい。私が皆さんに伝えたい言葉は、笑顔です。癌になると不安なこととか、自分自身で気持ちの整理がつかなくなるときとか、できなくなるときって、たくさんあると思うんですけれども、私の当時と違って、今はがん相談支援センターとか公的な相談場所もたくさんできてきているので、ぜひそういうところも上手に活用していただきたいと思います。そして、やはり問題としては、なかなかそういう相談場所とか制度とか、なかなか認知されていなかったりとかっていうのもあるので、当事者として私もこれからいろいろと啓発活動を行いながら、皆さんが、一人で悩まない場所を作れる力になるよう頑張っていきたいと思います。あなたは決して一人ではありません。皆さんが笑顔になれるよう、私もたくさん笑顔をばらまいていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ね。たくさん、はい、渡辺さんがばらまいてくださるということですので、ぜひね、あやかりたいと思います。なんか変な菌とか入ってないんで大丈夫ですよ。思わないですって。全然もう、素直にもう素晴らしい笑顔をこう受け取っていきますので、そんな。受け取ってください。はい。受け取っていきたいと思います。ありがとうございます。すいません。いえ、ありがとうございます。いや、このね、渡辺さんのこの明るいこの経験談っていったところがね、当時は本当大変だったと思いますけれども、今こうやってね、明るくされている、そういった姿にこう、励まされる方もいらっしゃるんじゃないかな、ということを思います。はい。といった中でですね、ノート、終わっていくんですけれども、渡辺さん、この時間いかがでしたでしょうか？いや、とても、なんか、緊張はしたんですけれども、だけど当時のことを振り返ることができてすごく貴重な時間を、過ごさせていただいたと思いますし、これを通して、自分自身も今後、癌に関わる啓発活動とか、そういうことをやっぱり積極的に今後していきたいなっていう気持ちが高まりました。本日はありがとうございました。いえ、こちらこそ素敵な経験でありがとうございましたね。皆さんもね、何か、渡辺さんのこの経験談で何か知る、もしくは行動する、何かしらのきっかけになってもらえたら嬉しいなということを思います。はい。これにてがんノート終了していきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。